はい、皆様こんにちは。中の人が長尺ポエム野郎でおなじみのずんだもんなのだ。今回は台東から発売されたダライアス1と2がテーマとなっております。書籍及びインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進める。非常にお詳しい方、動画の間違いをこやつめでスルーできない方はブラウザバックを強く推奨する。それでもよいよという方は少々お付き合いいただきたい。これ以降ダライアス1をダライアス、ダライアス2はダライアス2と表記する。1. ダライアス概要。ダライアスは1987年に台東が開発売した横スクロールシューティングアーケードゲームである。プレイヤーはシルバーホークという宇宙船を操縦し、惑星ダライアスが滅ぼされる前にベルサー帝国を滅ぼすという任務を遂行する。ゲームプレイは敵を倒したりパワーアップアイコンを集めたりしながら一連のスクロールレベルを進んでいくというもの。3画面パノラマディスプレイ、アップビートなサウンドトラック、美しいグラフィックが特徴的である。開発スタッフは以下の通りである。プロデューサー、ディレクター河野俊夫、デザイナー河野俊夫、藤田明、三方和也、プログラマー長谷川健、栗山隆、富岡秀明、菅原徹、笹谷秀則、橋本秀樹。音楽田中康彦、小倉久義、八木下直人、中村司、高橋英吉、高木雅彦。美術北川哲郎、脇田義弘、槍田淳二、石川幸雄、五十嵐幸三。栗木玄也、讃岐平、小川充。ハードウェア業務用基板 1.91MB、 CPU MC68000 8MHz ×2、サウンド Z80 4MHz ×2、 YM2203×2、 MSM5205。 ディスプレイラスタースキャン。横モニター 864×224 3×288×224 ピクセル 60.00Hz、 パレット8192色。このゲームは槍田淳二率いる少数のチームによってデザインされた。機械や昆虫のような敵が登場する他の類似ゲームとは対照的に、ダライアスでは敵や画面いっぱいのボスとして魚やカニなどの水生生物が使用されている。複数画面を用いたアーケードゲームは1983年10月発売の辰巳電子工業 PX1 が初めてであり、翌年にはいくつかのメーカーがこぞって複数画面ゲームを発表している。台東も1985年にワイバーン F0 でハーフミラーを使った2画面合成表示筐体を開発している。またハーフミラー自体はスペースインベーダーアップライトバージョンやそれ以前の筐体からすでに使われている技術で、当時はゲーム画面と背景、筐体奥に描かれていたを合成するために使われていた。ダライアスにもこの技術が応用され、筐体内部上下に設置されたモニターの画像をハーフミラーに反射させ、ゲーム映像の部分が隙間なく隣の画面とつながっている。このことについて当時ダライアス3画面筐体の全体的なマネジメントを担当した三部幸春現代闘技士長は、単に画面が3つ並んでいるだけでは何の驚きもないので隙間なく画面をつなげることが至上命題だったと語っている。アップビートなサウンドトラックは台東のハウスバンドズンタタによって作成され、その大部分は FM 音源とサンプリングの組み合わせで作曲されている。ダライアスは架空の未来を舞台にした2次元の横スクロールシューティングゲームである。シューティングゲームとしては珍しく、ゲームの画面は通常の3倍の幅があり、アーケードキャビネットでは3つの画面を配置して対応している。プレイヤーはシルバーホークという名の華やかな戦闘宇宙船を操作し、ゲームのステージ、ゲームではゾーンと呼ばれる全体で様々な戦闘機、地上車両、砲塔、その他の障害物と戦いながらスクロールする地形を進んでいく。次期の兵器は前方発射ミサイル、航空爆弾、シールドで構成されており、これらは全てゲームのゾーン全体で特別な色の敵が落とすパワーアップ、大きな色の玉の形によってアップグレードできる。プレイヤーがゾーンの終わりに到達するとボスが現れる。
ゾーンのボスが破壊されるとプレイヤーは分岐パスを介して次にどのゾーンをプレイするかを選択することができる。合計28のゾーンがあるが1回のプレイで通過できるのは7つだけである。ストーリー。地球上の何年にもわたる汚染と天然資源の枯渇の後、人類は太陽系の外に居住可能な惑星を探すことにした。この前提に先進した宇宙計画により最終的に地球に似た太陽系が発見され、宇宙移民たちは居住可能な惑星を選択しダライアスと名付けた。ダライアスに定住した後、住民たちは新しい生活を始め、社会とテクノロジーの両方で繁栄することを学んだ。しかし彼らの平和はダライアスの入植者を次の戦闘員として選んだヒューマノイドのスペースコロニーベースの戦士の種族であるベルサー軍が制御する悪意のある海上型宇宙船の艦隊によって乱された。ダライアスの住民の唯一の防衛戦はシルバーホークシリーズであった。これは同時に異なる武器を扱う能力を備えた長距離宇宙旅行用に設計されたシングルパイロットの戦闘機である。艦隊のトップパイロットの2人がダライアスを守るために選ばれた。プロコとティアット2人は一緒にダライアスへのベルサーの攻撃を阻止する任務を与えられた。2. ダライアス開発。ダライアスはプランナーの藤田明とプログラマーの菅原徹の協力を得て槍田淳二によってデザインされた。藤田は各ステージの終わりにプレイヤーが巨大な戦艦と戦うシューティングゲームの作成に興味を持っていた。他の同様のゲームの中でスパイスを効かせて目立つようにするために、藤田は魚やその他の水生生物をテーマにしたボスを作った。槍田はこれらの戦艦をデザインし、合計26種類のデザインを作成したが、時間的な制約により開発チームは最終的なゲームでそのうち11種類しか使用できなかった。ボス1体の作成には約10日かかった。使用されなかったデザインの一部は別の会社に外注されたため、ゲームのプロモーション資料に使用された。ダライアスキャビネットは中央のモニターの側面にミラーを使用して下のモニターを映す。広沢夏樹がデザインしたアーケード筐体はミラー効果によってシームレスに見えるよう作られた3つの個別のモニターを使用している。このアイデアは対等の前述の通りゲーム Y バーン F0 とスーパーデッドヒートでも使用されており、ゲームをより映画的な表現とした。ヘッドホンジャックとボリュームダイヤルもあり、対等ではボディソニックシステムと呼んでいる。プレイヤーの座席の下に設置されたスピーカーシステムもある。このコンセプトはもともと1983年のゲームレーサーグランプリで使用することを意図していたが、コストがかかりすぎることが判明したため廃棄された。敵の名前は会社内の人々の名前を逆に綴ったものとともに様々な種類の薬に由来している。藤田はステージデザインとパワーアップを自ら手掛けたが、彼によるとそれは開発中の最大の課題の一つだったという。このゲームの明るいサウンドトラックは対等のハウスバンドズンタタの創設者である小倉久義が作曲した。小倉は音楽によって奥深く広大な世界観を表現し、当時の他のシューティングゲームの中でも際立ったものにしたいと考えていた。音楽の多くは FM 音源とサンプリングを組み合わせて作曲され、一部は横須賀交響楽団によって作られた。ゲームの最初のゾーンで使用されている曲「キャプテンネオン」はもともと対等の以前のアーケードゲーム「メタルソルジャーアイザック2」のメインテーマとして使用されていたもので、展示会でのプレゼンテーション中にプレイスホルダートラックとして使用されていた。小倉は圧倒的な力を感じさせるこのトラックを気に入り、最終バージョンに残すことを決めた。3. ダライアス開発者インタビュー。こちらはアーケード稼働直後のインタビューである。ハードウェアの背景。近年アーケードゲーム業界では強力な専用ハードウェアや体感ゲーム、大きな筐体で体感するゲームの開発が盛んになっている。セガがハングオンで火をつけ、コナミがその火を継ぎ、ナムコは全く別の方向を模索している。そして対等がダライアスで参戦している。今回はハードウェアとそれを設計した人々という別の角度から検証する。これは今日の全ての開発者の頭にある疑問、つまりゲームはこれからどこへ向かうのかを考える絶好の機会となる。まずダライアスのハードウェアの仕組みから説明する。
ダライアスの最大の魅力はもちろん3画面サイズのディスプレイである。しかしこれは単に3画面を並べただけではない。実際過去には単にモニターを並べただけのゲームが複数あった。例えばスーパーデッドヒートや GP ワールドなどが思い浮かぶ。ダライアスのユニークな点は1画面のように見えるシームレスなディスプレイである。例えばスーパーデッドヒートとダライアスを比較してみよう。スーパーデッドヒートではモニターが隣り合って並んでいるにもかかわらず鉄骨の防磁シールドのせいでモニター間にはかなりの距離がある。 CRT は磁気干渉によって色の歪みが生じるため直接隣り合わせることはできない。一方ダライアスでは3台のモニターを横に並べるのではなくプレイフィールドの下の左右に1台ずつモニターを配置する。次にハーフミラーを使用して画像を所定の位置に反射する。このセットアップによりかさばるモニターをキャビネット内に簡単に配置でき画面がシームレスに見える。ダライアスはスカイファイターズのような電気機械における鏡を使った対等の以前の実験をもとに構築された。スペースインベーダーのキャブの中には背景効果に鏡を使用したものもあり、1985年の Y バーン F0 では実際に鏡を使用して2つのモニターからの画像を結合した。このシームレスさはゲームプレイに大きな影響を与える。シームレスさがないと磁気がモニター間を移動するたびに瞬間的なテレポートが発生しているように見え非常に不自然になる。回避策の一つはトンネルなどのゲームオブジェクトをモニター間に配置することであるが、プレイヤーがそのトンネルを逃して壁に衝突して死んだ場合間違いなく非常に安っぽく感じられる。つまりモニターのセットアップがシームレスでない場合ゲーム開発者は何らかの方法でその制限を回避することを余儀なくされ創造的な可能性がある程度制限される。しかしシームレスディスプレイでは当然こうした制限はなく他のゲームと同じようにゲームを開発できる。実際スペースが広いので自由度が高まった。ダライアスはまさにそのようなゲームであり3画面テクノロジーのおかげで実現したサウンドイノベーション。実際ディスプレイ以外にもダライアスにはサウンド面でのイノベーションが満載である。例えばキャビネットにはヘッドフォンジャックが標準装備されている。ゲームミュージックの世界では最近サウンド品質が大幅に向上しているがそれを再生するハードウェアは全て比較的貧弱で明らかに旧世代のままである。ゲーム開発者はこの悲しい状況を認識しているはずだが現状ではほとんどの労力が PCB 基板の販売に費やされているため標準キャビネットがすぐに改善されることはなかった。またプレイヤーベンチの下に設置され埋め込まれた特別なスピーカーについても触れておく必要がある。台頭はこれをボディソニックと呼んでいる。今では想像しにくいが当時のアーケードゲームファンにとってヘッドフォンジャックは大きな恩恵だった。もちろんこのスピーカーのパワーを最大限に生かすように音楽が作られておりボスが登場するシーンなど特別なシーンでは重低音が響き渡る。あの警告音が始まると同時にボスが近づいてくる振動が足に伝わってくる。言葉では言い表せないほどの迫力だった。前置きが長くなったインタビューに移る。ダライアスはハードウェアのアイデアから始まりました。ご存知の通り台頭はこれまでもマルチモニターゲームを数多く制作してきたがベテランエンジニアはそれを大画面への情熱と表現した。ダライアスはその情熱を凝縮したものと言える。台頭がこれまで培ってきたハーフミラー技術の専門知識と巧みに融合した作品である。3つのモニターがシームレスに動作するようになったらどんなゲームを作るべきかについて多くの議論がありました。エンジニアによると3つのモニターを全て縦にするというアイデアもあったそうである。しかしそのような筐体では安全性の問題が多すぎるためそのアイデアは却下され現在の3画面シネマスコープスタイルの向きに決定された。ゲームでは台頭は筐体のパワーを発揮し現在発売されている他の印象的な体感ゲームと肩を並べるスクロールシューティングゲームを目指した。ダライアスの開発には総勢40人ほどのスタッフがいたんです。なるほど、これだけの規模のゲームなら当然スプライトの描画量も膨大になる。しかも
プログラミングも相当大変だろう。その点について聞いてみた。ソフトウェア側に時間をかけすぎると工数や人件費がかさんでしまうし、逆にハードウェアの開発に力を入れすぎると制作費が一気に跳ね上がってしまうので、バランスを取るのが難しいんです。コストを抑えないとゲームセンターに買ってもらえず、誰も遊んでくれないんです。どうやら大衆に届くほど手頃な価格の優れたゲームを作るには、思っていた以上に創意工夫が必要なようである。価格が高すぎると対等が受け取るファンレターは、なぜ私の地域でダライアスがないのかという怒りの長文だけになるだろう。ありがたいことに最近 IC チップの価格がかなり下がったので、以前よりずっと安くはるかに高性能なゲームを作れるようになりました。ダライアスはプロセッサに 68000CPU チップを2つ使用しており、その結果プログラマーはその点ではそれほど苦労しなかった。ダライアスキャビネットにヘッドフォンポートを追加した理由についても尋ねた。これほど豪華なものを作るのであれば、できるだけ多くの素晴らしいアイデアを取り入れようと考えました。ヘッドフォンポートを最初に思いついたのは4年ほど前です。ボディソニックシステムについても同様です。次のインタビューへ移る。今年初めのビーク市場でダライアスのキャプテンネオという曲が台頭に入社して3ヶ月のうちに完成したとおっしゃっていましたが、小倉、そうですね。ただあの曲はもともと3年前に別のゲーム用に作った曲だったんです。 AM ショーに間に合わせるために急遽 FM 音源にしてダライアスに収録したんです。今となっては古臭すぎるかなと思ったんですが、 AM ショーで初披露したら意外と反響が良かったので、そのまま公式曲として採用することになりました。でも最初はメインテーマカオスみたいな感じで、半分 SE 半分音楽みたいな感じで全曲作ろうと思っていたんです。でもキャプテンネオが僕らの心をわしづかみしてくれたんですね。ダライアスの音楽を書くのにどれくらい時間がかかりましたか？小倉、制作期間は3ヶ月くらいの予定でしたが、実際は作曲に3週間、調整に2週間、合計1ヶ月ちょっとでした。曲作りの時はシーケンサーは使いませんでした。それだと時間がかかりすぎてしまうので、その代わりに頭の中で全てをシーケンスしてキーボードで作曲しました。それは本当に大変そうですね。執筆の際には実際のダライアスのスクリーンショットやプレイ映像などを見ながら執筆されたのでしょうか？小倉、いいえ、少なくともダライアスに関しては完成に近づくまで何も見ることができませんでした。ようやく完成したゲームを見た時は正直言ってとても驚きました。特に核ゾーンの最後のボスの BGM は迫力がありますね。特にエレクトリックファンの BGM で曲が変わるところが好きですね。小倉、そうなんですか？あれはアフリカの民族音楽を演奏する曲をイメージしたんです。なぜかボス曲を作ろうとすると民族音楽に頼るんですよね。ダライアスの音楽は FM 音源とサンプリングの組み合わせで作られていますが、今回使ったサンプルで面白いものはありますか？小倉、工場のピストン音をサンプリングしたかったんですが入手できなかったので YMO の曲からサンプリングしました。笑い、実際そういうことが何回もありました。本物のオーケストラもサンプリングしました。スタッフに横須賀交響楽団の演奏者を知っている人がいて、その人を通じて良い録音ができました。さあみんな一斉に。なるほど、あのトランペットのファンファーレの迫力ですね。ちなみに最近はズンタタ名義でこれらの曲をライブで演奏するようになりましたね。小倉、正直もっといい名前を考えようとしたんですが笑い。でも僕らはみんなアナログな音楽が好きなのでズンタタという名前にしました。でもライブ演奏は本当に緊張します。ダライアス CD のライブ録音もかなり時間がかかりました。でもやってよかったです。通常このような音楽にはシーケンスされた電子ドラムを使用しますが、私たちはライブで演奏することにこだわりました。実際会社の弓矢さんの夫ケンジがドラムを演奏しました。あ、そうなんですか。弓矢さん、ダライアスについて何かお話を伺えますか？弓矢、ダライアス CD はファンの皆さんの声援のおかげで実現できました。対等でやってほしいことなどありましたらぜひ遠慮なくご意見やご要望をお寄せください。
また対等からのちょっとしたお願いですが、ダライアスの筐体を独占してヘッドホン端子から録音しているプレイヤーがいるという報告もございますので、周りの人への配慮を忘れずにお願いします。次のインタビューへ移る。まず3画面筐体のアイデアはどこから生まれたのでしょうか。中村、ミラーを使って2画面を視覚的につなぐという手法は以前からありました。確か昔のゲームワイバーン F0 でこの手法を使っていたと思います。それなら3画面でもできるんじゃないかと考えて試してみたんです。ハードウェアのアイデアが先にありました。テストしてみて確かに3画面をシームレスにつなぐことは可能だと分かったので、3画面形式に合うゲームは何かと考えました。ワイバーン F0 とはハーフミラーを使用した2画面合成縦シューティングゲームで、専用筐体物の宿命下で周りが少なかったようである。上側モニターに映る磁気や空中の敵などが合成され、本当に磁気が浮いているように見える。下側モニターに背景や地上の敵が映り、そこにハーフミラーによって重ね合わされた。藤田、最初はモニターを縦につなげたり横にして重ねたりしようかとも考えたんですが、もともと目は顔に対して横に並んでいるので、視覚的にはシネマスコープのような横置きの方が効果的だろうと考えたんです。魚の戦艦のアイデアはどこから生まれたのですか。藤田、あれは僕のアイディアです。ダライアスの前にステージの最後に戦艦と戦うシューティングゲームを作ろうというアイディアがあったんですが、3画面構成に決まった時にメカデザインはシューティングゲームでよく使われるので、魚を使うと面白いかもしれないとふと思いついて、やりた。私はダライアスのキャラクターデザイナー、ボスと敵として参加しました。メカ魚のデザインをいくつかスケッチしてみんなの好みを見て、そこから進めていきました。藤田、実際には26種類の戦艦を考え、アーティストがそれら全てにアートとデザインを施しました。エンゼルフィッシュやウツボのデザイン、そして本当に奇妙でクレイジーなものもありました。残念ながら時間の制約によりゲームで使用する戦艦は11種類に絞り込まれた。ハイパースティング、ガードサベージ、ビッグラジャーン、ミスティックパワー、これらはオリジナルのアーケードゲームの宣伝資料に描かれていたボスだが、最終製品には登場しない。見られるバージョンは PC エンジン版スーパーダライアスのもので、オリジナルチームが没にした未完成のボスのアイデアに命を吹き込み、26体のボスの完全なセットを誇っている。そうですね、 AM ショーでは最終的なゲームには登場しなかったボスがいくつか展示されていたと思います。サメ、アカエイ。藤田、ありました。でもイタチザメとアカエイは見栄えが悪くて結局やめて。菅原、少なくともこの2つに関してはロムの中にデータを残しておいたと思います。広沢、ポスターなどの宣伝物を描く余裕がなかったので外注していました。残念ながらアンモナイトやミノカサゴなど結局やめたキャラクターはポスターに印刷されていて、色もそのままだったんです。藤田、グリーンコロナタスももともとはゾーン B のボスとして登場する予定だったんです。本当ですか。最後のボスですか。菅原、当時はもっと弱かったんです。ゾーン W のボスにすると決めた後も彼は非常に単純なパターンでまっすぐに打ってくるだけだったんです。でもそれだと私のような下手なプレイヤーでもゲームをクリアできてしまうので、彼を変更してかなり難しくすることにしました。藤田、クジラは最強のボスになるつもりで作りました。でもタツノオトシゴがあんなに強くなるとは思いませんでした。サウンドについてもお聞きしたいのですが、ボディソニックというアイデアはどこから生まれたのですか。田中、以前からアイデアはあったんですが、何かに使えないかと探していたんです。 F1 レースゲームレーザーグランプリにボディソニックを入れる予定だったんですが、最後の最後でやめました。全部合わせるとコストがかかりすぎたんです。ボス戦の BGM がすごく気に入りました。巨大な戦艦と戦うイメージにぴったりでした。小倉、基本的には作曲をやりました。まずはボスのテーマを7曲作りました。それぞれ雰囲気が違ってくるかなと思って、あとはボスに合わせて曲を組んでいきました。個人的に一番好きな曲はどれですか。読者の皆さんに聞いたところ、コズミックエアウェイ、山のテーマがトップでした。小倉、私はワン、アレン、ベルトのテーマに憧れていて。そうそう、あのステージといえばあの流星群には本当に圧倒されましたね。藤田、そうなんですか。流星群は昔からサラマンダとかシューティングゲームでは人気のモチーフなんです。
あのステージで最初に作った隕石スプライトはリアルさが足りなくてチキンナゲットが空から落ちてくるみたいだったんですよ。笑い。それではダメだと思ったので後から今の形に修正したんです。ガライアスの敵の名前って本当に変な名前ばかりですね。藤田、気づいてる人も多いと思うんですが人名を逆から呼んでるんですよ。空の敵の名前はホルムとかロロキンとか薬の名前を使ってたんですよ。でも途中でネタ切れして笑い、もうその手法ではダメだと思ったので開発企画会議に来た人の名前を逆から読んで使うことにしました。 Z17 とか数字をつけてごまかしたんでしょうけど、ベンサーとかならいいけど新田笹、プログラマーの笹谷秀則を逆から読んででは多分騙されないと思うんですよ。それにしてもディアットとプロコが台東コープのアナグラムであることに気づいた読者はほとんどいなかったようですね。藤田、そうなんですか。いずれにしてもダライアスのような対策では登場人物、敵キャラも足したようが大勢いるので名前をつけないと誰もなんて呼べばいいのかわからなくなってしまいますからね。小倉、僕名前つけられてないよ。笑い。田中、そうですね、僕もです。藤田、そうですね、サウンド担当は開発の後半から参加したので敵の名前は最初からいた人たちの比重が高くなります。ガライアスのような大規模なプロジェクトでは克服すべき多くの困難があったと思います。そのいくつかについて教えていただけますか？小倉、今回の開発では複数の役割を担わなければならなかったので曲作りの途中ですごく夢中になっている時に邪魔が入ったり別の作業に切り替えたりすることがよくありました。そして後から戻ってきて中断したところから同じエネルギーを取り戻そうとする、それが嫌でした。菅原、私も最初は別のプロジェクトをやっていたんですが人が足りなくなったので誘われたんです。藤田、最初はマップやパワーアップなどを全て一人でやっていたのですが大変でした。パワーアップも開発中に変更されました。当初は武器のアップグレードは磁気の周りを回るサイドポットになる予定でした。しかし見た目が良くなかったのでそのアイデアは断念しました。こんなにたくさんの敵やキャラクターを作るにあたって開発チームは何人くらいだったんですか？田中、本当にたくさんの人が関わっています。ボス1体作るのに10日かかったりとか、ボスの中ではキングフォッシルが一番人手がかかったと思います。ただ1人のキャラクターにたくさんの人が関わるとデザインの統一がすごく難しくなりますね。ゲーメスト4月号で特集したダライアスストーリーは読者に大変好評でした。中村、実はその漫画をダライアスの宣伝に使おうと思っていたのでそっとヒントを出したんです。イラストは仕上げてくれたんですが残念ながら漫画は間に合わなくて。ああ、それでゲーメストで初登場したんですね。制作期間はどのくらいかかりましたか？やりた、正月休み全部使ってしまいました。笑い。最後にダライアスの続編は出るのでしょうか？中村、すぐに作りたいですね。ただダライアスは一般的なゲーム開発に比べるとスプライト数もコード量も3倍くらいあるので当然制作時間も3倍くらいかかります。本当にダライアスは時間のかかるプロジェクトでした。すでに計画は立てていらっしゃるんですか？藤田、いやこれ言っていいのかな。でも今は仮の企画書はあります。でもダライアスとは全く違うものになると思います。ストーリーにつながりはなく舞台も違うんです。中村、運営からは夏までに続編を出してほしいと頼まれていますがもちろん無理です。まだ未定ですが来年の1月なら可能だと思います。その前にダライアスのアレンジバージョンをリリースしようかとも考えていますが正直どうなるかは分かりません。2009年のインタビューをお届けする三部幸春、ダライアスの筐体の企画立案から開発まで全体マネジメントを担当、釘崎信明、筐体のメンテナンスに関わった水野武将司、基板の製造から修理を行ってきた亀井道行、スペースインベーダのサウンドを担当、台東のアーケードの歴史を知る者として参加。本日はよろしくお願いします。ダライアスで誕生した台東の3画面筐体についてお話を伺いたいと思います。当時のご担当をお聞かせください。三部、当時はゲーム開発のマネージャーをしていました。得意分野がハードウェアだったのでゲーム全体を見ながらハードウェアのマネージングをする形ですね。3画面筐体が開発された時代背景はどんなものだったでしょうか？
3目8ビットから16ビットへ移り変わる時期で CPU が Z80 から68000になりました。3画面筐体では68000が1つでは足りないので2つ使っていましたね。80年代はスプライトやオブジェクトといったゲーム独特の表示技術が大活躍した時代で、ダライアスはその集大成です。ダライアスのアイデアはハードウェア的な面からの発想だったんでしょうか、それともソフトウェアありきでの発想だったんでしょうか。3目ハードウェアありきですね。メカ屋さんが3つの画面を組み合わせる実験をしていて、スクロールするゲームを走らせると見栄えが良かったので、特性を生かしたゲームの企画を立ち上げました。最初期は3つの画面を上から覗き込むような形式でした。亀井3つの画面をそのままつなげても隙間ができてしまうので、それをなくすためにハーフミラーを使いました。単に画面が3つ並んでいるだけでは驚きもない。ワイバーン F0 のように上下に映像を重ね合わせるという選択肢はありませんでしたか。3目なかったですね。実際にダライアスが出荷されてからゲームセンターからはどのような反応がありましたか。3目サイズが大きい、音がうるさい、筐体の角で頭を打った、高価だなどなどネガティブなものです。なぜか開発にはいいエピソードが上がってこなくて、最初は失敗したのかなと思っていましたね。亀井文句が出るということはそれだけ注目を集めたということだから。あの衝撃をリアルタイムで体験したものとしては、作り手の方がそんな風に心配していたとは思ってもみませんでした。ロケテストの反応はいかがでしたか。3目5から6店舗でロケテストを行いました。これまでにない筐体でしたから内心ヒヤヒヤものでしたが、反応は良好でした。インカムが悪いといろいろと手直しを行うものですが、ダライアスは何も修正しませんでしたね。ただ営業からは画面を3つ使っているから通常の3倍のインカムがないとダメだと文句を言われましたね。当時は1プレイ200円のお店も現れたことがうなずけます。3画面筐体の開発で力を入れた部分はどこですか。3目サウンドですね。当時はサウンドにあまり予算を使う習慣がなく、チームに不満が溜まっていたところもあった。なのでこの筐体ではお金をかけてもいい音を出そうと話し合った記憶があります。今でこそゲームのコンセプト段階からサウンドチームが関わるのは当たり前ですが、当時はそうではなかった。ダライアスをきっかけにサウンドチームの自由度が大きく上がっています。ボディソニックも当初から計画されていたものです。ミスノブ実は正式な意味でのボディソニックではなく、座席の部分にスピーカーが入っていて重低音部分を鳴らしているんです。いわばボディソニックもどきですね。亀井トランスデューサー電気機械振動変換器で音を振動に変換するのが本来のボディソニックです。電車デボーはこっちの方式ですね。3目トランスデューサー式でないのはコストの関係ですね。当時の設計図を今になって見返すとうまくコストを抑えたなと思いますね。ダライアス1もスピーカー式です。ヘッドホン端子がついていた筐体は非常に珍しかったです。3目ある開発者の発案でしたね。個人的にはゲームセンターにヘッドホンを持ってくる人がいるとは思えなかったんですが、コストもかからないのでトライしました。 BGM の録音に使われたという話を聞いて感心しましたね。まさにヘッドホン端子から BGM を録音していました。3目音楽だけを録音したかったのですか。効果音を含めて録音したかったのですか。効果音も含めて録音したかったです。ミスした時なんかも克明に録音されるんですが、プレイの思い出を記録するような意識でした。亀井自分の世界へ入り込むのに役立ったんじゃないでしょうか。音も自分のものにしたいという欲求があったのかもしれない。メンテナンスがかなり大変だったと思うんですが、専門要員を派遣したりしていたんでしょうか。専門要員はいなかったですね。出荷時に一台一台調整していました。特に3つの画面の色を合わせるのに苦労していました。亀井ブラウン管は地磁気の影響を受けやすいんです。電子が地磁気に切られてしまうと色が変化する。ひどい時になると向きを変えるだけでも色がおかしくなるので、そことの戦いです。ミスノブダライアスは通常のブラウン管とハーフミラーに映した映像を組み合わせなければいけないので、色の調整が特に重要でした。ハーフミラーに映った時点で色が変わってしまうんです。両面のつなぎ目はどうやって調整していたんですか。釘先型に大きな鏡を設置したんです。ミスノブその前に筐体を置いて鏡に映った画面を見ながら微妙な調整をしていました。神経を使いましたね。3画面筐体は画像のズレに非常に弱いんです。
当時のゲームセンターではミスした人が怒ってダライアスの3画面筐体蹴った途端に画面が真っ黒になってリセットがかかったのを目撃しました。これは画面調整がデリケートだからですか？釘崎、当時対等のゲーム筐体には不正対策としてリセットスイッチをつける決まりになっていました。後に廃止されましたが、3画面筐体だけが特別だったわけではないです。亀井、対策と同時に不正行為の抑止力という側面もありましたね。てっきり振動や衝撃による画像の位置ずれに対策したものだとばかり思っていました。故障した時も修理が大変だったと思うんですが。ミスノブ、ダライアスの基板では32個のデュアルポートラムを使っています。画面がおかしくなった時、32個のうちどれが故障しているのか特定するのが一苦労でした。3画面筐体で一番難産だったのはどういった側面ですか3べ、開発に広い場所が必要だったので確保するのに苦労しました。普通のゲーム機なら PC とディスプレイ1つとキーボードで済みますが、ダライアスは画面が3内ですからね。基板も大きいし、開発途中なのでむき出しの配線があっちこっちにつながっている。振動があると配線が動いてしまうので、周囲を歩くときは特に気を使いました。今となってはいい思い出ですね。プログラムしている人には申し訳なかったかもしれない。何もかも試行錯誤だったわけですね。3べ、比較やグラフィックの人にディスプレイが3台あるんだから今までと同じようなちっこい絵を描いたら承知しねえぞ、とにかくでかくてびっくりするような絵を描けと言ったのを覚えていますね。メカデザインは元辰の子プロの方が担当していたんですよ。新しい分野を開拓するということで会社を立ち上げられて。確かにシルバーホークの機種がくちばしを思わせるところといい、生物モチーフの巨大戦艦といい、タツノコプロのテイストですね。3べ、最終ボスにタツノコが出るのはそれでなんですよ。その後ダライアス2では2画面型の筐体になっていますね。亀井、現場ゲームセンターからは設置スペースとコストと効率の話がよく出ていたのでこれを考慮しました。ミスノブ、ダライアスでも後に小スペースに考慮した15インチの筐体を出しました。亀井、いろいろなお店のニーズに応えたいということですね。3べ、大型の筐体ですが1つの店舗に2台置いていただくようなこともありました。アメリカからも問い合わせが来たんですが、向こうの人はダライアスではなくダリウスと言ってましたね。ミスノブ、アメリカはアップライト筐体です。3面のアップライト筐体。ミスノブ、アメリカにはゲームセンターで座ってゲームをする文化がないんですね。ですのでアメリカ版にはボディソニックもありません。形も日本のものとは少し違っていて、真ん中のディスプレイは後ろから筐体にはめ込みます。真ん中のディスプレイを置く場所に穴が開いていて、そこに箱に入ったディスプレイをはめ込むんです。日本の筐体より奥行きが少ないんですね。3べ、当時はゲームは作ったら終わりだと思っていましたが、家庭用ゲーム機などへの移植をきっかけに考え方が変わりましたね。やはり移植されたものを見るのは感慨深いですか3べ、やはり懐かしいですね。しばらく前には携帯電話アプリ向けのダライアスを手がけていたんですが、よくぞ育って帰ってきたという感がありますね。初代ダライアスの開発直後はやっと終わったという意識の方が強かったんですが、亀井、人が楽しんでいる時に一番苦しんでいるのが開発者です。笑い。3画面筐体、2画面筐体、ナイトストライカー、バイバーン F0 など対等の大型筐体は覗き込むことがキーワードとなっていたように感じられますが、これは対等的にも意識して設計していたんでしょうか。3べ、キーワードというより画面をきれいに見せようという工夫の産物ですね。少し暗い方がきれいに見える、セガさんや他社製の大型筐体への差別化という意味もありました。様々な工夫が重なって3画面筐体はアーケードの伝説になったわけですね。では最後にダライアス世代のユーザーに一言お願いします。釘崎、ゲームセンターで多数のダライアスを修理しましたが、お客さんが修理が終わるまで後ろでずっと待っていてくださるんです。修理を終えた後お金を入れて楽しんでくださる瞬間に大きな喜びがありました。ミスノブ、8月のイベントにダライアスを出店した時、エンディングまで遊んでくださったお客さんがおられたんですよ。これだけ愛してくださる人がいるのも嬉しいし、筐体を修理して使い続けてくださっている方がおられるのも嬉しいです。いつまでもダライアスを遊んでいただければと思います。できる限り修理します。3べ、ダライアス
がこれだけ長く遊ばれていて新作に期待が集まっているというのは本当にありがたいことですね。初代ダライアスに携わった人たちがもう一度集まって新しいダライアスを作るというのもいいかもしれない。小倉久義氏のインタビューがある。要約でお届けする。ミュージシャンになったきっかけはなぜ台東に就職しましたか？作曲家の堤恭平氏に憧れて自分も彼のように音楽において実験的な挑戦ができる作曲家になりたいと思ったからです。ポップな音楽も作りたいと思っていました。台東へ入社したきっかけは新聞の求人広告です。ナムコか台東かどちらか先に新聞の求人広告に載せた方へ応募しようと思っていました。結果は台東が先だったというわけです。台東に入った時、ゲームミュージックシーンの状況はどうでしたか？あまり良い環境だったとは言えませんでした。あくまでも音楽家として見た場合ですが、当時台東に備わっていたキーボードはファミリー向けのものでしたし、音楽データを入力するソフト面での環境も16シンスを使って入力していくという極めて特殊なものでした。改善はされていきました。ゲームの音楽はナムコのものがとても人気があり、社内でも多くのファンがいた状況でした。80年代半ばは多くのゲームミュージシャンが知られるようになった時代ですね。当時他のゲームミュージシャンと話をしましたか？また当時ゲームの音楽を作ることにはどのような難問がありましたか？他社のコンポーザーと話をする機会はほとんどありませんでした。ゲームを制作する環境も方針も異なるので積極的に話したいという欲求も私にはありませんでした。台東のバンドとしてズンタタを作ったきっかけやインスピレーションは何でしょうか？ズンタタ誕生には当時のゲーム音楽を扱うレコード会社のプロデューサーの意見が大きく反映されています。彼はバンドのような形態の方が夢があるんじゃないですかと私に言ったのです。他社のサウンドチームも同じようにバンド形態をとっていました。私は確かにダライアスのアルバムでズンタタという名前でクレジットしました。しかしそれは一過性のユニットダライアスのレコードのためだけの程度にしか考えていなかったのです。あんなに人気が出るとは予想していませんでしたから。台東で最初に小倉さんが作曲を担当したゲームを少し紹介していただけませんか？全てを作曲した初期のゲームはアウターゾーンというメイズモのゲームです。明らかにテクノを意識したものでした。またインサートコインを効果音ではなくジングルにする試みもしました。ダライアスは小倉さんの初めてのヒット作品だと思います。以前のゲーム音楽と全く違うサウンドで面白いメロディと独特な楽器を使って不思議と覚えやすいサントラを作られましたね。ダライアスのサントラの目的や伝えたかったことなどを説明していただけませんか？ダライアスの一番のテーマは宇宙に潜む巨大な存在というものでした。あの頃はまだ明確なコンセプトと言えるほどのものを作ることはありませんでした。いわゆるイメージ的な音楽付けというものです。カオスというメインテーマがあることでサントラ全体のメリハリやバランスが取れたのではないかと考えています。あの頃のゲームに変拍子の前衛的な音楽を使うのはかなりの冒険だったと思います。しかし私は数年後にはこんなことは当たり前の時代が来るだろうと後輩に話したのを覚えています。とにかく何かを壊したかったのです。ゲーム音楽の常識のようなものを一掃してダライアスをきっかけに再構築したかったのかもしれません。台東のアーケードゲームメタルソルジャーアイザック2のタイトル曲はダライアスのキャプテンネオにそっくりですね。なぜでしょうか？ダライアスの曲のプロトタイプでしょうか？ダライアスをゲームショーに参考出展するために音楽が必要となりましたが、専用の曲を作曲する時間が私にはありませんでした。そこでアイザック2のキャプテンネオを移植したらどうかと提案し、すぐに曲のデータ化をすることになりました。データ化を担当したのは当時新人だった高木正彦で、私はそのディレクションをしたのです。出来上がったキャプテンネオのデータはとても荒いものでしたが、私には出せないワイルドさがあったので、そのままダライアスに採用することに決めたのです。ですから楽曲としてはアイザック2のものと同じなのです。4. 音源補足。ここで音源について補足する。ゲームは音楽、効果音ともにステレオ出力である。ダライアスで使用している音源チップはヤマハ YM2203×2 沖電気 MSM5205。これらはいわゆるステレオ出力ではないが、YM2203 は FM 音源部分と SSG 音源部分を別々に出力できる仕様であり、2つの YM2203 と MSM5205 からバラバラに出力してから追加のアナログ回路で
それぞれを左右独立で音量コントロールすることによってステレオを実現している。またステレオ効果のみならず曲中の音量調節にも使われており、発音数を満たす同系統の FM 音源チップであっても再現が難しい。 FM6 ちゃんとダライアス2の YM2610、 FM 音源4ちゃんより多いじゃないかとなるのだが、 YM2610 はステレオ対応であり、当然 L、センター、R と音が1ちゃんで鳴らせる。ダライアスは音源を L、R と分けているため、センターで音を鳴らすには両方の音源で同じ音を鳴らすしかない。よってそれほどにちゃん多い分の効果は少ない。5. ダライアスエンディング。ダライアスはエンディングは英語表記だった。当時子供で意味がわからなかったので改めて日本語で解説する。ゾーン V、 不死鳥のごとくストロングシェルを撃墜したプロコとティアットの目の前に難攻不落の巨大要塞がそびえ立つ。これこそがベルサーの前線基地であり、惑星ダライアスへの侵略拠点であった。巨大要塞を破壊すれば惑星ダライアスに平和がよみがえるのだが、要塞のシールドにはシルバーホークの武装では歯が立たず、どのような攻撃も無に等しかった。プロコ、このままではやるしかないのか。シルバーホークの伝説、それは戦う者のオーラに反応し無限の力を与えるという言い伝えであった。そして今その伝説は現実のものとなる。2機のシルバーホークにオーラが満ちる。まばゆいオーラに包まれた2機は融合し、巨大なフェニックスへとその姿を変える。惑星ダライアスを救うため、そして守るべき人々の明日のため、プロコとティアットは己の命を燃やし尽くす。シルバーホークは最後の方向を上げ、巨大要塞へと突撃していくのであった。ゾーン W、 新天地へ。グリーンコロナタスを撃墜するも、すでに惑星ダライアスは死の星と化した。ベルサーの徹底的な破壊により、人類が住むことが不可能なまでに環境が悪化したのだ。プロコとティアットはシルバーホークでは悪を繰り返し、なんとか人間が居住できそうな惑星を目指した。機体の限界を超え、タキオンドライブをギリギリまで酷使し、数年を駆け抜ける。そしてようやくセンサーに反応が浮かんだ。適合数値許容範囲。この星ならテラフォーミングなしでも人類が生きていけるわ。よし、降下してみよう。長い旅の果て、彼らは新天地へとたどり着く。その星は彼らの母星と同じく緑あふれる肥沃な大地であった。地平線に沈みゆく夕日を見ながら、プロコとティアットは固い誓いを交わした。この星を第二の母星とし、昔のダライアスのような平和な都市を築き上げることを。ゾーン X、 未達への旅。オクトパスを撃破し、惑星ダライアスからの脱出に成功するも、激しい戦闘のためシルバーホークのエネルギーはあと数時間分を残すのみとなっていた。タキオンドライブ、出力低下。このままだと諦めるな。必ず何か手があるはずだ。ここまで戦い抜いたんだ。こんなところで倒れるわけにはいかない。もはや絶望かと思われた時、前方より謎の巨大戦艦が出現。それはベルサーでもダライアス星人のものでもない、未知の星系からやってきた戦艦であった。戦艦との交信を試みると、彼らはプロコたちと同様に母星を戦争により失い、居住できる星を求めて宇宙を旅していると分かった。さらに交信を続けた結果、プロコたちは敵対勢力ではないと判断され、戦艦への乗艦が許されることになった。シルバーホークのタキオンドライブが完全に停止する前に、最悪の状況を回避することができたのだ。戦艦に乗船した命をつないだプロコとティアット、彼らは戦艦の乗員たちと共に未知の世界への旅を始めるのであった。ゾーン Y、 ナイスファイト。ファイナルゾーン Y をクリア。やったぞ、ついにクリアしたんだ。プロコはその瞬間、筐体の前で万歳を参照した。ここは未来のゲームコーナー。そのコーナーの一番の人気機種、ダライアスで、ようやく全ステージをクリアできたのである。しかし、何かがおかしい。冷静に考えると、自分一人ではなく、最初は2人でゲームをプレイしていたはず。隣のシートを見ると、そこにはもはや精魂尽きた相棒のティアットが大の字になって横たわっていた。ゾーン Z、 取り戻した平和。惑星ダライアスの運命をかけ、最後の戦いへと臨んだシルバーホーク。
ベルサーの最終防衛戦に姿を現したのはかつてない巨大さと火力を誇る戦艦であった。激闘の末に巨大戦艦グレートシングを破壊すると、今までレーダー上に無数にあった敵戦闘機の反応が一瞬のうちに消えてしまった。どういうことだこれは。おそらくベルサー軍の機動兵器を統括していたのはさっきの巨大戦艦だったんだわ。惑星ダライアスから通信が入り、ベルサーの機動兵器が全て停止したとの報告を受ける。滅亡の危機にさらされていた惑星ダライアス星系に再び平和が蘇ったのである。6. ダライアス2概要。ダライアス2はタイトーが発売したアーケードシューティングである。1987年のタイトルであるダライアスの直接の続編である。開発スタッフは以下の通りである。プロデューサー、ディレクター、デザイナー、藤原秀弘。デザイナー、藤原秀弘、千畑環奈。プログラマー、大月明、中村達夫、つづらまさし、曽谷野昌司。音楽、小倉久義、古川典弘、渡辺康久。美術、菊池正美、千畑環奈、加藤久和。ハードウェア、業務用基板 4.75MB。筐体、2画面合成表示筐体。CPU、MC68000、8MHz。サウンド、Z80、4MHz。YM2610、8MHz。ボリュームフィルター ×4。ディスプレイ、ラスタースキャン。横モニター、640×240、2X320×240。ピクセル、60.00Hz。パレット12288色表示。さて、構成を見ていこう。今回ダライアス2の回路図を入手できた。ダライアスの回路図は入手できなかったが、同じような構成と想像する。ウィキなど文献には68000チン CPU とあるが、シングル CPU であることに気がつく。3画面筐体は68000が2つ使われたようである。そして映像を2つ表示しているが、 GPU に相当するチップが2つ存在する。2つのチップを連携してデュアルディスプレイを実現していることがわかる。音源系統を見ていこう。 PSG、不敬派さんちゃん、おヤマハでは SSG と呼ぶ。以下それに習う。ナムコシステム1動画で触れた通り、ヤマハ FM 音源の制御は非常に重く制御が難しいため、 Z80CPU をサウンド用に搭載している。音源はヤマハ YM2610 を搭載している。ダライアスでは YM2203 を2つ採用していた。これにより4オペレータ3ちゃん FM 音源と SSG3 ちゃん2系統合計で FM 音源6ちゃんと SSG6 ちゃん搭載していたことになる。 PCM は沖電機 MSM5205 ADPCM、 PC エンジン CD ロムと同じものである。 ADPCM データフォーマット配置ちゃん1ビット符号足す3ビット沖電機独自形式である。片やダライアス2では対等の要望によりヤマハが開発したとされる YM2610 が搭載されている。スペックを見ていこう。 YM2610 FM オペレータータイプ N B OPNB 同一チップ内に PSG 音源 FM 音源 ADPCM 音源といった複数の音源が搭載されており、PSG 以外は左右と中央に出力先が選択可能である。 ADPCM 部分については2種類存在し、可変周波数1ちゃんと固定周波数6ちゃんである。生産上のぶどまりの関係で使用上 FM 録音発生する予定だったのが製品では4音となった。構成4オペレーター FM 音源 YM2610 では4音 SSG 音源3音ノイズ1音 ADPCM 録音再生周波数は 18.5kHz に固定され音程を変更することはできない。 ADPCM B1 音 YM2608 の ADPCM に相当し、再生周波数は 2kHz、55.5kHz の範囲で指定が可能である。チップの構成からわかる通り、PC、
8801のサウンドボード2で利用された YM260H と非常によく似ている。実際 YM2608 はリズム音色6ちゃんを内蔵ロムで再生していた。その固定周波数 PCM を外部メモリから波形データを参照できるように仕様変更したものが YM2610 となっている。その汎用性の高さからロムを利用するアーケード基板との相性が高くネオジオに採用され、非常に長く使われた音源である。ネオジオの最後のソフトは2004年である。格闘ゲームのボイスや忍者ウォリアーズの三味線、ネオジオ後期ではストリームでのサウンド再生など、アーケードでは最も長く愛用された名音源である。その能力はダライアス2でも最大限有効活用されており、ゲーム開始後のボイス、ドラム、セイパパのボイスなどで聞くことができる。YM2151 と比較しでチューン2がないだけで非常にレベルの高いサウンドをアーケードで奏でた。ゲームシステム。このゲームは太陽系の内側半分を舞台としており、ダライアスと同じ分岐レベル構造を持っている。最初のダライアスゲームと同様に、ダライアス2は複数の画面用にプログラムされており、オリジナルのような3画面バージョンも存在するが、ダライアス2はより一般的には2画面ゲームとして表現されている。最初のゲームからの赤、緑、青のパワーアップが戻ってきて同じ機能を持っている。それぞれミサイル、メイン武器と爆弾、サブ武器のアップグレードおよびダメージを吸収するシールドである。2つの新しいパワーアップが追加された。爆弾に似た機能を持つ新しいレーザー、メイン武器を追加する黄色のパワーアップと、全てのプレイヤーの武器に1つのアップグレードを与えるレインボー、パワーアップである。これらのパワーアップのストックとアップグレード、パスはダライアスとは全く異なる。ダライアス2のもう一つの新機能は、キャプテンと呼ばれるミニボスの登場である。これはメインボスの前のレベルのどこかに現れる大きな敵である。ダライアス2では、これらは全て第1作のボスの小型版であり、同様の能力を持っている。ストーリー、ダライアス2は、ダライアスゲームの1作目より少し後の時代を舞台としている。植民地化された惑星ダライアスは、そのゲームのヒーローであるプロコとティアトのおかげで、エイリアンのベルサー軍の侵略から回復している。ダライアスの住民は、ダライアスの社会、建築物、攻撃を受けた地域の修復が行われている間、惑星オルガに定住している。オルガに設立された宇宙飛行本部は、ダライアスを植民地化する前の最初の入植者が生まれた地球から発信された SOS 信号を受信した。信号にはベルサー軍のものと似たエイリアンの宇宙船の説明が含まれていた。ダライアスの人々はプロコジュニア、トティアとヤングの両方を助けに派遣した。移植メガドライブ1は1990年に日本で発売され、その後1991年に米国とブラジルでジェネシス向けに発売され、そこではサーガイアと改名された。変更点にはボスラッシュモードやボスのスキールスパインが別のレベルに移動され、ボスのキラーヒギアがメホノジアと呼ばれる類似の作品に置き換えられるなど、レベルとメカニクスへの様々な変更が含まれる。このコンバージョンは2人のプレイヤーをサポートしていないため、プロコジュニア、トティアとヤングのいずれかを選択できる機能が追加された。プロコジュニアは通常通りプレイするが、ティアとヤングは全てのライフで全ての武器のパワーレベルを1つ持ってスタートする。夏目社が開発したマスターシステム版は1992年にヨーロッパとブラジルで発売され、タイトルもサーガイアとなっている。メガドライブ版をベースにしており、ティアとヤングとその能力は残っているものの、多くのゾーン、つまりボスが完全に削除されている。 PC エンジンスーパー CD ロムロムバージョンは NEC アベニューから発売され、1993年にスーパーダライアス2というタイトルでリリースされた。7. ダライアス2開発者インタビュー。藤原ダライアス2では、基本的なゲームシステムはそのままに、ダライアス最大の売りである美しいスプライトアートやグラフィックをさらに進化させたいと考えました。
前方発射武器に少し派手さを加えましたが、武器や爆弾の構成は基本的にそのままです。またダライアス2では2画面バージョンもリリースしました。これはオリジナルのキャブがゲームセンターでかなり場所を取ってしまうため、よりコンパクトなものにしようとした試みでした。大月3画面版も2画面版も基本的には同じです。敵の配置や順番、パワーアップカプセルの数などは同じです。ただ画面サイズが違うので細かいところは違いますね。3画面版の方が回避できる余地が広いので、その分だけやりやすいゲームになっていると思います。またハードウェアもバージョンによって違います。ハードウェアの不具合で3画面版はアイテムの上下の動きが逆になっています。狙ったところで撃つようにしないといけませんね。笑い。そやの最初のボスではラスタースクロールを使う予定はなかったと記憶していますが、藤原、そう、あの揺らめき感、企画書にはそういう炎が求められていたんです。そやの最初は普通のラスタースクロールだったんですが、ボスに近づくと背景が乱れて動機がずれるというバグが起きることがあったんです。それで見た目がかっこいいと思い、一面のボスにも同じような揺れる演出をプログラムしました。加藤、ラスターレイヤーの境界が目立ちすぎないようなグラフィックデザインを心がけました。藤原氏、当初今のイージー難易度はノーマルにする予定だったんですが、プレイヤーさんがシューティングゲームをやりすぎてしまって、アーケード運営さんに迷惑をかけるようになったんです。それでギリギリで B ランクの難易度で出荷したんです。それでロケテストの時にほとんどの人が上のルートか下のルートに行くんですよ。それを見て真ん中の直線ルートが一番簡単なものにしようと思ったんです。加藤、ダライアスのスプライトを作るにあたって、まずはメンバー全員で集まってどういうイメージで作っていくかというところから始めました。前作のイメージも踏まえていろんな人がスプライトを制作しているので、デザインの統一感も必要でした。僕も失敗作も含めてたくさん描きました。特に印象に残っているのは核爆発のアニメーションですね。3画面にわたる巨大なキノコ雲を描いたんですが、残念ながらカットされてしまいました。藤原、すごい詳細だったんですがデータ量が多すぎたんです。菊池、みんなが描いたスプライトは第三者にチェックしてもらって修正してもらうんです。修正なしで採用できたのはほんのわずかです。あとダライアスでボツになったキャラクターも書き直しました。例えば最初のステージのボスであるミノカサゴは前作から余っていたデザインです。藤原、キラーヒジヤは開発終盤で追加したんですが、ただ座って弾を撃ってくるだけでは動かない物体になってしまうので、もっとインパクトのあるものにしようと思って第2形態で開く姿も追加しました。中村、そこはかっこいいですね。藤原、ウツボのボスであるドリオサウムも最初は画面を飛び回るだけの退屈な存在でした。その後一瞬止まって時期を認識したかのように突進してくるという動作を追加しました。それによってドリオサウムはずっと面白くなりました。レッドクラブはシルバーホークを画面いっぱいに動かすのがうまいですね。ダライアスは3画面ゲームですが、それでも移動できるスペースが限られているように感じたので、周りや背後を移動できるボスを作りたいと思いました。またグルメな私としてはカニのボスもぜひ作りたかったんです。カニは美味しいですからね。笑い。美味しければ美味しいほどヒットするだろうと思ったんです。ウニのボス B ラインを押したのも私ですが、攻撃パターンはスプライトデザイナーが作りました。菊池、そうですね。ボスの攻撃にはバリエーションが大切です。ただ座って定番の弾丸を撃ってくるだけではつまらないですからね。藤原、ヤドカリのボスは最初は普通の甲羅だったんですが、インパクトが足りなかったんです。それでいろいろ工夫して最終的に戦艦ヤマトの甲羅にしようというアイデアに至りました。敵をデザインする時にはプログラマー意識にとらわれすぎず、想像力を自由に働かせた方がいいと思います。ボスと比べるとプレイヤーの船であるシルバーホークのスプライトはかなり小さいです。オリジナルのコンセプトアートはとても詳細でよく描かれていたので、それは本当に残念だといつも思っていました。そこからマザーホークのインスピレーションが生まれました。船のデザインをもっと大きなフォーマットで見せたかったからです。またシルバーホークのオリジナルのデザインでは船の上部を切り離して敵を攻撃することができました。結局それを含めなかったので、このボスではそれを使ってみようと思いました。バイオストロングに関しては胎児の部分は映画2001年宇宙の旅の宇宙の赤ちゃんからヒントを得ました。2001年のモノリスのように見える回転する灰色の板もそこから来ています。もちろん
これはダライアスの世界なので、バイオストロングには人間の胎児ではなく魚の卵を使用しました。中村、バイオストロングは本当のラスボスのようにもっと強くしたかったんですが、ちょっと弱くなってしまったかな。ダライアス2のバイオストロング PCE、CD のメカバイオストロングは R タイプのボスに近いデザインです。菊池、あとゾーン X に登場するはずだったボスが一体カットされたんですが、波打つような半透明のクラゲです。縦に3画面分もある巨大なものになる予定でした。藤原、そうですね、現実的に考えれば大きすぎる内容でした。でもエンディングでまだ戦いは終わっていないというメッセージを入れることで、プレイヤーの皆さんにこの先のヒントになるような内容にしました。続編もプレイヤーの皆さんのご要望があれば作りたいと思っています。引き続き応援よろしくお願いします。ズンタタのダライアスに関するインタビューがある。歴代シリーズのサウンドを手掛けてきた OGR 氏こと小倉さんを中心に、まずはダライアスシリーズのサウンドコンセプトと作曲エピソードについてお聞かせください。小倉、僕は言葉や文字がないと音楽を作れないタイプの人間なので、まずキーワードを絞り込んでから作曲していきます。ダライアス全てのシリーズにおいて、そのサウンドはコンセプトを練った上でのキーワードありきの曲作りでした。実際に曲を作り始める前に本を読んだり街を散歩したりして、自分のアンテナに引っかかるものを探すんです。そうして曲作りのキーワードを見つけたものでしたね。初代ダライアスは筐体にボディソニックが搭載されていたこともあり、サウンドのインパクトは凄まじいものがありました。これはどのように作曲されたんですか？小倉、ダライアスのサウンドボードは3音しか出せない FM 音源チップを2つ搭載した特殊なものでした。3音を1組にしたパートを別々にデータ化してからせーので一緒に鳴らす必要があったんですね。でもちょっとした不注意で音がずれてしまうことがあります。当時の自社シーケンサーは16進数で打ち込むタイプのものでまだまだ不便でしたから、そんな音ずれを直す作業が結構大変でしたね。またボリュームバランスの調整にも苦労しました。ボリュームというものはその日の体調で印象が大きく変わるものですから。笑い。石川、ダライアスのボディソニックは単に低音のオンオフを切り替えたシンプルなものだったと聞いています。忍者ウォーリアーズ以降の作品では PSG のチャンネルの一部をボディソニック専用に割り当てて爆発の演出に合わせて振動させたりもしていましたが、ダライアスではボスゾーンに入ると振動するといった発展途上のものだったのでしょうね。その3年後に続編のダライアス2がリリースされましたが、こちらの楽曲について何かエピソードはありますか？小倉、ダライアス2の楽曲制作はプレッシャーとの戦いでした。初代がヒットしたことでダライアスがシリーズ化されることは想定できていましたが、期待されている分キーワードを見つけるのに苦労しましたね。ダライアス2の楽曲作りは聖書にヒントを得ました。光の子の誕生が綴られた章があり、これをキーワードにして曲作りを進めていきました。さらに遠くからパパと呼びかける子供の声を取り入れたいというアイデアがあったので、ステージが進むにつれてノイズの混ざった呼び声がだんだん鮮明に聞こえるようにしています。それはダライアス2のボスとして登場する胎児バイオストロングと連動したアイデアということでしょうか？小倉、偶然だと思います。笑い。開発中にバイオストロングを見たとは思いますが、それがアイデアのきっかけだったわけではありません。曲作りはゲーム本編の開発と一緒にスタートするものなので、ゲーム画面を見てから考えることはほとんどなく、使用書からイメージを膨らませて作っていくことがほとんどですね。それは意外でした。ダライアスシリーズの最終ボスはどれも曲とシンクロして登場する印象があったので、てっきりゲームの開発の地に作曲されているものと思っていました。特にダライアスガイデンの最終ステージはその印象が強いです。小倉、ダライアスガイデンはちょっと特殊なケースです。あのタイトルは開発当初からコンセプト、ゲーム画面、そして曲を意図的にシンクロさせようと考えていて、プログラマーとそれこそ 0.1 秒単位でやり取りしながらサウンドの演出を調整しました。最初は曲なしの SE のみで最終ステージが始まって盛り上がってきたところで曲のイントロが始まるような仕掛けにしています。石川、その演出はダライアスバーストでもしているんですよ。最終ステージのスタートからボス戦までを一つの曲にしてボスが出現したところでバーンと盛り上げる。これは小倉さんのダライアスガイデン
の手法に習わせてもらいました。 G ダライアスはシリーズの歴史の出発点となる作品として位置づけられていますが、サウンドも始まりを意識して作られたのですか？オブラ開発の現場では本当にざっくりとしたストーリーが用意されているだけだったので、それを意識するということはないですね。事実、君は生命の誕生を見るというキャッチコピーがありますが、ゲームがリリースされるまで知りませんでした。笑い。初代ダライアスから G ダライアスまでの作曲エピソードについてお聞きしましたが、小倉さんにとって特に印象に残っている作品や演出はどれでしょうか？オブラ作品の演出という意味ではダライアス外伝です。ステージ1とステージ2を一つの曲でつないでしまうというアイデアは僕の中ではかなりのヒットだと思っています。8ダライアス2サウンドエディター古川のりひろしのコラム。サウンドエディター古川のりひろしのコラムが素敵だったのでようやくを紹介しよう。全文は概要欄リンク参照。1989年に発表されたダライアス2。前作の3画面筐体とは別に新規で2画面筐体が登場したタイトルであった。私も未熟ながらも効果音周りを中心にサウンド開発に加わることとなり、とても忙しい日々を送った。そんな中、なんとか確保した盆休みが明けて初出社した私を待っていたのは小倉さんの「ここに座れ」の一言だった。私が知らない間に何かやらかしてしまったのを怒っているのだろうか。いや、そうではなかった。ここは小倉さんがダライアス2の曲データを作り続けている開発ブース。左右に通称ズンタタスピーカーと呼ばれる汎用筐体などに使われている 12cm スピーカーのボックス PC9801 につながれたサウンド開発用基盤。そう、小倉さんは日々の格闘の末にようやく完成させたダライアス2のメインテーマを入社2年目の若造に披露してくださるというのだった。開発基盤のボリュームを3時に合わせ、最大ボリュームの少し手前、ここで音割れをしない程度にデータの音量調整をするのが当時のルール。キーボードでサウンドコードを入力する。そして流れてきたのは数ヶ月時間を遡ろう。ダライアス2で最初に開発基盤から鳴り出したのは太陽シーン BGM のオルガブリーズのイントロに登場するシーケンスフレーズと記憶している。この後、かの有名な綱刺身などの音声が加わり、早い時期にゲームに組み込まれた。ここでまず私が驚いたのはこの曲がメジャーキー、すなわち長調 F シャープであったということ。前作の一面 BGM のキャプテンネオが単調 F シャープマイナーだったので、同じシリーズと考えると近しい路線を踏襲するのかと予想していたのだが、なるほど、今度のダライアスは明るい路線の曲なのかと思っていた矢先、次に小倉さんが作り始めたミューズバリーに度肝を抜かれたのである。神秘的な FM 音源による女性コーラス、時計の針を刻むかのような静かなリズム、とてもシューティングゲームの曲とは思えない美しい流れ。小倉さんは水星というリアルな惑星ではなく水の星として解釈したのだ。初めて通しで聞いた時にはこれはさすがにゲームに合わないのではないかと危惧したのだが、ショット音や雑魚爆発音といった効果音がしっかりとシューティングの音場を形成していたため、意外にも曲の静けさが気にならない。しかも最初とは打って変わってグラメの色調が続く水星シーンには実はとても相性が良い曲だったのだ。ダライアス2、小倉さんがダライアス2の中で使うサンプリング音色は、まず小倉さんがその音をシンセなどで鳴らし、それを私が直接収集装置と呼ばれる大きな黒い箱型の機材で録音し、そこからデータを PC 側に取り出してロム化することで、ようやく開発基盤上で鳴らすことが可能となるものだった。私はひたすらに次はこの音、次はこの音とその詳細も聞かされぬままに録音を続けた。その中に一体何に使うのか想像もつかないようなラジオのノイズらしきバーという音がいくつか入っていた。ゲームでは最初にミューズバリーで登場するこの音、正直楽曲の展開上必要なものとは思えないし、ましてゲーム中にそれと合致するような演出もない。通常作曲作業でパートを増やしていく時にはこのパートを入れてみようかな、違う、やっぱり別の音がいいかなと試行錯誤するものだが、小倉さんがこの曲を完成させるまでにこのガーを外すという場面にはお目にかかることはなかった。挿入する箇所は変えていたかもしれないが、次にこのガーが登場するのは地球シーンのプラネットブルーである。ダライアス2は太陽系を舞台としたゲームでもあったので、地球シーンはどんなかっこいい曲が来るのだろう
とワクワクしたものだった。ところが短いイントロにが挿入された後に流れてきたのは自分の予想とは大きくかけ離れた。どちらかといえばコミカルな響きで、最初はなんでこんな曲にしちゃったんだろうと疑問に思った。しかしこの曲を何度も聴いていくと、最初のフレーズは電子回路のごとく規則正しく働き続ける人々と、その労働によって作り上げられていく都市や文明、曲の後半に移るとそれは大きな視点に変わり、このつまらない世界こそ未来の地球だよと言わんばかりに提示している。こんな風に聞こえてくるから不思議なものである。そういえばダライアス2のリリースされた1989年の日本は土地転がしにリゾート開発、多くの人々が金に踊ったバブル時代真っ盛り、あるいは社会風刺の一面があったのだろう。後の小倉さん曰く、地球ってこんなものでしょう。自分が想像していた母なる地球などというありがたそうなイメージではない、全く違う独自の角度からの解釈だったのだ。当時よりずっと不安な今の世の中でプラネットブルーが描かれていたとしたら、一体どんなものが描かれていたのだろうと想像してしまいたくなる。パパ。再び私が座ったあの作業場に話を戻そう。ダライアス2のメインテーマと称されたその曲は木星シーンのもの。波の音とともにまどろむかのような安らぎ、それは突如激しいリズムによってかき消される。紅葉の後に始まる鼓動、時を刻む針の音、そこに生まれ出る新たな命がパパと叫ぶ。次の瞬間、光が一気にあふれ出し、世界のすべてがその色を祝福へと変えていく。ああ、なんて美しいメロディだろう。5分にもわたるこの対曲を聴き終えた時、私はただただ圧倒されていた。それと同時に、あのサンプリング音色はこんな場面の、こんな描写のために用意されていたのかという考えにも包まれていた。フーというコーラスや時計の音、鳥のさえずり、さらに破脚点ネオアレンジバージョンからサンプリングした音色までも。もちろん、この曲最大のキーはパパ。小倉さんはこの頃誕生した娘さんの、パパという声を録音し、それをゲームの中に入れ込むということで、この曲のテーマ、超新星誕生というイメージを具現化したのである。これこそ、ダライアス2のメインテーマ、木星シーンの、セイパパであったのだ。ここで冷静に考えてみてほしい。ダライアス2は太陽系を舞台にしたゲームではあるが、特に生命の誕生とか、そういった類のものがストーリーに記されているわけではない。しかし、楽曲群には確かに独自の解釈やストーリーが存在している。ゲーム本体とは全く別の世界観。では、これらの楽曲群はゲームに合っていないだろうか？そんなことは決してないと私には言える。これこそ、旧作のダライアスのカオスで小倉さんが提示した立体の軸を使った新たなる外角を形成する手法。それも以前よりとびきり大きく飛躍して世界を一気に広げることに成功したのだ。一つの物体は、出来事は見る側の視点によって様々に表情を変えていく。そうした多面性がダライアス2というゲームの魅力を何倍にも膨らませていく。1989年の夏のあの雑然とした作業場。そこで私はゲーム音楽の持つ可能性が新たなる段階に入った瞬間を体感したのだ。9ダライアス2エンディング。ダライアス2もエンディングは英語表記だったので改めて日本語で解説する。ゾーン V 新たなる英雄たち。太陽系での戦いは終わった。平和を脅かした同盟軍は去り、プロコジュニアとティアット・ヤングは任務を遂行したのである。惑星オルガへ無事に帰還した2人はダライアス王から叙勲を受け、多くの人々から称賛の声を受けた。ダライアス星人の平和を守った英雄の子孫たちよ、これからは君たちが新たな英雄だ。これからも我々ダライアス星人と宇宙の平和を守ってほしい。プロコジュニアとティアット・ヤングの首に王からの勲章がかけられる。数千年前にダライアス星人の未来を切り開いた英雄、その血を受け継ぐ者が再び多くの命を救ったのである。新たな英雄たちを称える人々の歓喜の声はいつまでも式典会場に響き続けた。遥かなる星々の平和とダライアス星人の永遠の繁栄を祈って。ゾーン W 時の過ぎゆくままに激しい戦いは終わった。プロコジュニアとティアット・ヤングは任務を終え、惑星オルガへ帰路に着いた。再び亜空間跳躍を繰り返して惑星オルガへと到着する2人。しかし惑星オルガに接近しても友軍への通信がつながらなかった。加えて
惑星オルガからの通信も何一つ傍受することができなかったのだ。いぶかしげに思いつつ2人は大気圏内へと降下した。すると驚くべきことに、そこには文明らしき文明が何も残ってはいなかった。ただあるのは緑をなして広がる原生林と大地を我が物顔で闊歩する恐竜たちであった。なんということだ。これが私たちのオルガだというのを。亜空間航行を繰り返している最中にプロコジュニアたちの時間の流れにズレが生じ、惑星オルガでは数千年の時が流れていた。そう、すでに惑星オルガの人類はすでに死に絶えていたのである。原始時代に戻ってしまった惑星オルガの大地を前にプロコジュニアとティアット・ヤングは呆然と立ち尽くすのみであった。ゾーン X 次なる戦いへ。ベルサーと同等の戦力を有し太陽系を制圧しようとした同盟軍。ベルサーが敵技術を流用して戦力を増大させていくように、彼らもまた戦力増強のためにシルバーホークのテクノロジーを自らの軍に取り入れようと試みていた。そうして建造されたマザーホークは強力なレーザー兵器と巨大カッターを持つ驚異の戦闘マシンへと仕上がった。しかしシルバーホークにあってマザーホークにないもの、それはパイロットたちの気と正義を愛する心であった。同盟軍は戦う者たちのオーラを吸収して成長すると言われるシルバーホークの伝説まではコピーすることはできなかったのだ。プロコジュニアとティアット・ヤングはマザーホークを撃破し敵同盟軍の基地を壊滅することに成功する。任務を終え彼らは惑星オルガへ帰還した。しかしシルバーホークに休息はなかった。彼らには次の戦いが待っていたのだ。今回交戦した敵の同盟軍部隊が今度は他の星系に住むダライアス星人へと宣戦布告をしようとしていたのである。行くぞティアット、戦いはこれからだ。行きましょう。休む暇もなく再び出撃するプロコジュニアとティアット・ヤング。宇宙の平和を守るためシルバーホークは終わりなき戦いの空へと飛ぶのであった。ゾーン Y グッドモーニング。激しい弾幕をかいくぐり激闘の末に巨大戦艦を撃破。これで太陽系は救われた。しかしそこで響いたのは歓喜の声ではなく何者かの怒声。ちょっといつまで寝てるのよ。あれ太陽系は。太陽ならとうの昔に出てるわよ。早く起きなさい。目を覚ましたプロコジュニアが見たのは目覚まし時計を片手に怒りの声を上げるティアット・ヤングの顔だった。なんてこった。今のは全部夢だったのか。ゾーン Z 作戦。プロコジュニアとティアット・ヤングは木星ガス雲の中にあった敵要塞の中心部を破壊し脱出に成功した。同盟軍は巨大戦艦に代わる新たな機動兵器を開発すべく巨大な人工生命体を作り上げようとしていたのだ。それがバイオストロングであり、時折シルバーホークのセンサーに入ってきていた謎の呼び声はバイオストロングから発せられていたものだったのだ。しかしバイオストロングが本格的な脅威へと育つ前にシルバーホークにより危機は排除された。惑星オルガからの死者たちは見事に同胞の危機を救ったのである。太陽系から敵の同盟軍の脅威はなくなり、同胞であるダライアス星人に永遠の平和が訪れた。僕たちにとってダライアス1、2とはどんな存在だったのか。1986年にアウトランが稼働開始、アーケードに大型筐体が登場した。その翌年1987年2月ダライアスは稼働開始した。見たことのない巨大な筐体だった。切れ目のない3画面、ボディソニック、美しい映像とサウンド、その衝撃はものすごかった。同年のゲーメスト大賞とベストエンディング賞を獲得することになる。その2年後、1989年9月、ダライアス2稼働開始。同年のゲーメストベストグラフィック賞を獲得した。長らくはアーケードの憧れの存在だった。サントラ CD を聴いて思いを馳せたものである。そしてダライアスといえば家庭用への移植である。そもそも3画面とか2画面を1画面に収めることにも無理があり、当時はアーケードに到底家庭用ハードはかなわなかった時代でもあった。それでも心に残る移植がなされた。 PC エンジン CD ロムロムスーパーダライアス
1990年3月16日 PC エンジンは1画面しか BG 画面を持たない。しかし強力なスプライト機能を用いて多重スクロールを再現、そしてサウンドをそのまま収録した。あの憧れのダライアスが自宅で楽しめた PC エンジンユーザーの友人宅へ通い詰めたものである。そしてダライアス2である。アーケード稼働の翌年1990年12月20日メガドライブ版が発売される。本作の移植としては一番であり、移植は台東自身が行った。時期や敵などのオブジェクトが縮小され、画面上下幅に黒帯もつけて画面幅は5対3ほどに。アーケード版の8対3とは比べるべくもないが、当時のハード性能で可能な限りアーケード版に近づけようとした力作である。エンディングがアーケード版から1種類増えて6種類となった。容量の制約があるロムカセットにもかかわらず、ヤマトを登場させたいがために4メガの予定を8メガに変更したという逸話は有名である。メガドライブ版のサウンドはラングリッサーやルナなどを手掛けたいは誰、ノリユキ氏が小倉久義氏の協力のもとコンバートを行っている。アーケード版に使われている音源チップよりも少ない同時発音数という制約の中でできるだけオリジナルに近づけるために、データを作っては綱島の台東中央研究所当時に行って作曲者の小倉氏に聞いてもらい指示を仰ぐというのをほぼ毎日繰り返していたと岩垂氏自身が語っている。メガドライブ版特徴として、最終面開始から BGM セイパパのイントロが流れ出し、イントロ終了まで一切の SE が流れなくなるという演出が行われる。アーケード版では聞けないイントロの途中部分もしっかり流れる。メガドライバーにとって愛してやまない最高のシューティングゲームであった。その後 PC エンジンにも移植されるが、2ではアレンジ楽曲となった。当時は原曲こそ正義の流れもあり、残念ながらあまり評価は高くなかった。それから時は流れ2019年9月19日にメガドライブミニへダライアスが移植された。ファンタジーゾーンと同じく医師である小西秀樹氏が個人で移植を行っていたものを M2 と二人三脚で台東とセガの名前で発売するまでブラッシュアップした。あのアーケードの興奮を家庭に持ってくる。それは執念である。今は過去の名作も家庭でプレイ可能である。しかしダライアスはその性質上本物でないと再現は不可能である。せめて65インチクラスの大型ディスプレイであればダライアス2は再現可能であろうか。子供がいる人はダライアスがここまで心に残るのはセイパパの存在も大きいだろう。セイパパについて再度この文を引用しよう。光の子の誕生が綴られた章があり、これをキーワードにして曲作りを進めていきました。さらに遠くからパパと呼びかける子供の声を取り入れたいというアイデアがあったので、ステージが進むにつれてノイズの混ざった呼び声がだんだん鮮明に聞こえるようにしています。僕たち夫婦も子供の妊娠が分かり、エコーでわずかな数センチの子供が見えた。どんどん大きくなりお腹を蹴ってると妻が言ったものである。お腹の中の成長から出産までを最初ノイズ混じりの音からだんだん鮮明になるように表現された。我が家は娘が先に生まれた。パパと可愛らしく呼んでくれた娘も大きくなり、先日18歳になり大人になった。今は18歳で大人になる。18歳といえば僕が故郷を離れて上京した年齢でもある。日々は光の速さで過ぎていく。両親思いの優しい娘に育った。息子も中学2年生となり日々たくましくなる。自転車のパンク時のチューブ交換、ビルと飲料水機フィルタ交換など、男の力がなければできない家の仕事がある。それは1年に1回発生するイベントで先日実施した。僕は1年後生きている保証がない。息子に指導してやらせた。まだ父親がいなくなることが想像できないようでピンときてないようだ。でもしっかりやってくれると信じている。これまでの人生を振り返るとセイパパは心に響くのだ。アーケード野郎、 PC エンジン野郎、メガドライブ野郎、それぞれにとって思い出のソフトであり、人生を振り返るような存在だったと思う。皆様にとってダライアスとはどんなゲームだったでしょうか。ここで CM です。ダライアスコズミックコレクション好評発売中。スイッチや Windows でダライアスがプレイ可能です。多数のタイトルを収録しており、Windows 版はトリプルディスプレイに対応。
もう一度あの日々へ戻ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はここで終わりです。相変わらず長い動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどいただけますと次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。